はい、こんにちは。お元気でしょうか。古谷便の夢道 TV 配信、これからスタートさせていただきます。今回はいろいろまた、怪獣の話、本編の話をさせていただきます。最後まで飽きずにごゆっくり見てください。今回パートナーは、やっぱり、いつもの早川さんでございます。ありがとうございます。また、はい、お招きいただきましてありがとうございます。ライターの早川勝です。今日もビンさんのお話をお相手としていろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今回の話題はですね、はい、ウルトラマンとしては放送第4話になります。ラゴン。海底原人ラゴンが登場します。4話、はい、大爆発5秒前、早いですよね。早いですね。その放送順としては早いんですけれども、撮影は、放送、制作といいますか、7番目ぐらいの撮影になります。はい、ぐらいというのはちょっとウルトラマン初期はいろいろと錯綜してますので、諸説いろいろとありますので、わかりました。はい、今日はビンさんとしても馴染みのある怪獣のラゴンということで。そうですね、ウルトラ Q ですか。はいねえ、もう何十年も前の話ですよね。まさに。でもつい昨日のようではないですか。僕らからしてもこんなこと言うとバカにされるんですけど、いやウルトラマンを初めて見た時のね衝撃があまりにも大きすぎて、とても50年とは思えないです。50年以上とは。ビンさんなんかもっとそうだと思うんですけれど、56年、7年、そんなぐらいになりますかね。なっちゃうんですけれどもね、撮影の頃から加えたらもっと、になるわけで、特にラゴンの、ラゴン、そうですね、女性でしたからね。そうなんですよ。それも大変でしたし、野外ロケもいっぱいありましたからね。ですから本編とくっついてやった、そんなロケもありますしね。煙る字もそうですけど、ラゴンはより本編と密接に密接ですよ。ですから登場人物の一人ですからね。向こうね、Qの時は主役を追っかけてね、普通に三浦半島の崖っぷちをね、怖い思いでやりましたけどね。そうですよね。佐原健二さんと崖っぷちの大変でしたよね、あれも。それもビンさんはやっぱり被り物をしてるわけで。そうですよ、大変でした。だからそんな思い出のあるラゴンとね、一緒に相交えるっていうのもまたこれ、僕としてはすごい不思議で、なんかやりにくいのかやりやすいのか分からず、僕が二刀流でね、ラゴン入ってウルトラマン入ってやってたらまたどうだったかなっていう、そんな空想場面もねこれはちょっと想像すると面白いですね。今流行りの二刀流でね、一人二役でラゴンもビンさん入られて、それはちょっと夢のような対決ですね。変な僕としてはね、ちょっと考えてもいいかなみたいなことも思いましたけどね。そんななんだかんだでラゴンと戦うことになると。この戦いもね結構やってんですよね。結構ラゴンとの戦いは、やっぱり同じヒューマノイドタイプといいますか、怪獣ではなくてスリムな人間型ですから、よりやすいことは格闘が、この中に入ったね、泉梅之助さんというね、これはまたすごい方でね、旅役者だったんですよね。劇団旅から旅へ行くね、その劇団所属というか、その座長まで行って座長まで、すごい方だったんで、お芝居のね、見え切るのが得意でね、そんな方でね、みんなから座長座長と呼ばれてたんですけどね。そうですか。で梅之助さんはウルトラマンが終わっ
でも今度円谷プロで倉庫の係でね、はい、怪獣直したりね、はい、怪獣倉庫にいらっしゃいました。僕がビンプロの時に怪獣借りに行ったりするとね、泉さんがいるんですよね、これとこれとこれ、これ綺麗だ、こっちがいいよとかね、いろいろアドバイスしていただいたんですけどね、そんな方とねこう格闘するわけですよね、はい、で泉梅之助っていうねかっこいい名前でね、いや本当なんか時代劇役者さんらしいお名前といいますか劇団の旅回りでやってたね、このイメージそのまんまの方なんですよね、ですから芝居にやって蹴飛ばしたりなんかやっててもね、一応でこうパッとこう歌舞伎のこう目が入るんですよね。これがまたねいいまでで見ててもね面白いと思うんですよ。最後もねこうスペシウム光線でねやられてねカーってやってね崖に落ちるね、その時の見えがねやっぱりすごいんですよ。これがちゃんとやられ芝居をされてるんですよね、すごい決めがうおーっていうちゃんとねやってるんですよ。はい、それはね我々はね本当やっててね笑うところがいっぱいあって笑っちゃうだから監督たちもねやっぱりね泉さんの芝居を見るとね笑うんですよね。ちょっと臭めっていうところもあるんですかこう言っちゃなんですけどいやそのまんまなんですよ。でもねラゴンはね、やっぱり一回ウルトラマンの顔に向けて開口線を吐いてますから、でも効かないですけどねウルトラマンそれを浴びてさらにそれでスペシウム光線ですから、やっぱこれはね面白い、はい、定石の戦いといいますか。で9の時のラゴンはね、スリムでね、もうスラッとしてね、素敵な女性って感じでしたけどね、今度のウルトラマンの時のラゴンはね泉さんお腹出てましたからねラゴンお腹でした、ちょっと肥満体のねラゴンになってね出てきて、もうセット入った時にね笑ったんですけど、そうですか。そんな思い出もある。9の時はかっこいい細くていいこうウルトラマンの時のラゴンはすげえお腹出てて肥満じゃないみたいな、そんな話をね泉さんとねみんなでしてました。そうですか、ボディ作り直してるんですよねやっぱり、リンさんのサイズで採寸はしてないにしても、あの時のラゴンは一応東宝にあるデータで、スーツの採寸というかサイズでねビンさんの体に合わせたラゴンでしたからね。お腹周りがあれウレタン入れてんのかな泉さんの場合は。泉さんでもあんまりカットによっては気にならないんですけど、格闘してる時ちょっと下腹部が面白いですよね、だからで足も切ったんじゃないですか。スーツね新調してるはずです。新調してるんだ、そうだろうね、ボディは新しく作ってるはずです。そうでしょうね、ビンさんのサイズだと多分合わないです。手の長さ足の長さも、だからそういう意味でやっぱりね泉さんのお腹出てましたよ。いや厳しい痩せてもねやっぱり気になりましたかそのポコッと、だから戦っててもねやっぱり笑うちゃいけないっていうね笑うとこあるんですよ。スーツ入っててね僕もね、泉さんの動きがねやっぱり本当臭いんですよね。ちょっとユーモラスという感じでだからね、ちょっとしたんでね身を切ってるからね、面白いっていうか戦っててね笑っちゃうところあるんですよね。また本当にね四つ足怪獣とか、レッドキングとかと違った人間型の敵と、戦うと。梅之助さんもね、結構何本か出てるんですよね。そうですでもラゴンが代表作代表作ですね。やっぱりあれだけ芝居も気持ちよかったでしょ芝居はね。見せ場ですから。藤田愛がですね、葉山マリーナに泊まりまして、回で覚えてらっしゃると思いますけど、そこでブルーのそうですスーツ着て、それで男の
男連れでどっか行くのかとかなんとかそうそうそう二兵とかからかわれるとまみさんにからかわれて、まあ、それドラマの中ですから井出隊員や嵐隊員にからかわれると、そうですねふふんって言うと迎えに来たのが勇君という。ああそうかそうか、いや津田さん、はいね今どうしてるのかね。お元気ですよね。ぜひ皆さん声かけていただいて、津田さんもここへ出てもらおうか。ぜひ呼んでください、ねお呼びいただいて。ウルトラワンマンショーにね遊びに来ていただいたことありましたね。そういう意味でもね結構ねお会いをしてるんですけど、そう津田さん呼ぼぜひこれはまあ、はい、う、企画としてそれでこのウルトラの話してる間にねいいと思います津田君をはいここへ呼んでいいと思います。ちょっと藤隊員とはい葉山マリナどうしたんだとかね面白いじゃないですか。なんか藤隊員は家督隊入隊以来一日たりとも休みがなかったという、すごい家督隊厳しいなっていう、はい、勤務体制ですから。じゃあ 3K の会社じゃん。いやいやそれで初めての休暇で、星野勇君をボディーガードというかパートナーで葉山マリーナに泊まりに行くんですよね。そうするとラゴンに襲われるっていう。ああなるほど、ね、そこで泉さんがまたいい芝居してますけど、ガーッと、はい、あれ泉さん本編でも出てるんだ。本編ではなくて合成ですけど。合成ですか。あそうなんですよ、はい、でかくなってますから。ビンさんが演じたお母さんのラゴンと違って、そうなんだ、はい、大きいんですよね。まんまなんだ、はい、巨大怪獣です。ですからね、僕はまあ本放送の記憶ではなくて再放送の記憶ですけど、ラゴンはそのウルトラ Q でモノクロで見てますから、カラーのラゴンは綺麗な印象がありますね。まあ当時の皆さんね、なかなかカラーで見た方、本放送はカラーでご覧になった方っていうのは少ないと聞いてますけれど、たまたま、はい、そうか、はい、ウルトラ Q は白黒ですから。白黒で、制作者は分かっててもそうなんです、見てる人は分かんなかったから、はい、ビンさんどうですか、ラゴンの色ってあんなに鮮やかな。そうですよ、だからもうちょっとね落ち着いたグリーンですけどね。でもウルトラマンの時の派手さあんなもんでいいじゃないかと思いますけどね。綺麗な色でしたよね。明るめのグリーンですよね。あと海から出てきたっていう形ですから、結構ね肌がツヤツヤしてる。あれはかっこいいですね。スプレーでこうシュシュ、どうなんですか、覚えてらっしゃいますか。いやあれ水ですよ、普通の水。スプレーでこう水を霧吹きでやったりするんですか。いやいや霧吹きより水でこうそうなんですか。そうですそうです。水に示したタオルでこうやってましたよ。やっぱり水から上がってきたって設定ですから、やっぱりこうちょっとウエットにしておかないと見栄えがつながりが良くないといいますか。結構綺麗でしたよね。いい出来でしたよね。ラゴンの回も本当カラーって言いますかね、この本当にカラーの特色をすごく、もちろん家督隊の服のね、オレンジ、ビンさんに言わせると金色に輝いていた色もね素敵なんですけど、ラゴンの本編でやはり緑の丘と空が青くて、そうですね、そこに家督隊のブルー、そう綺麗でしたね、はい、特撮セットもオレンジも綺麗でしたしね、オレンジが家督隊のブルーの、その明子隊員のブルーと、嵐隊員たちが現場に行った時のオレンジの、オレンジとね、本当いい対比ですね。本当またピーカンのいい日に撮ってますよね。明るいその太陽の日差しの下で、太陽の色の方がいいですね。自然光の雨よりね。そうですね。本編もそうなんですけど、特撮セットもやっぱりいい色なんですよ。そうですね。木の植わり具合といいますかね。でラゴンの緑も綺麗ですし。そうですね。セットはねやっぱり美術学校のねアルバイトの女性軍がね徹夜で植えてましたからね、木をね。あれはすごいなと思いましたね。でこれは、はい、脚本、監督とも野永瀬様次監督、脚本は南川龍明義です。特技監督といいますか、高野浩一さんと、でものすごくそのカット割りも細かく、さすが劇場映画、黒沢作品などで、助監督をずっとやってきたね方が監督になってねやったやっぱりもう本編のカット割りですよね、そういう意味ではね、30分じゃもったいない
いや密度濃いですよ、ね、ウルトラマンは1時間でも、物語を持つぐらいカット割りはね。でラゴンは木星開発用の原爆をですねがこうちょっと形に体のヒレにくっついてまして、それが落ちそうになるヒヤヒヤハラハラもあるんですけど、ウルトラマンがナイスキャッチするという演出が、あれもすごいですね、はい、演技もやっぱりよくちゃんと僕あんなことをやったんだなとね、やっぱり画面見るとね、やってる時はもう全然そんなことを考えないでやってましたけど、今ねやっぱり目を通すとね、スピードもあるしね、かっこいいなと思いましたね、ウルトラマン両方まずグーでファイティングポーズなんですね、あれはねやっぱり野永瀬さんだったからかな、飯島さんあれやんなかったですからね。あとはまあ特撮ですから高野浩一さんの指示とか、立ち回りとかってあるんですよね。あれはグーはやめましょうねって言ってたんですよね。ああなるほど、飯島さんはそうですね、前のお話でやっぱり人間っぽくなる。そうです。なるほどなるほど。もうだからカットはやっぱこう人間っぽいですよ。でもこの回では生きてるんじゃないですかね、それが。何しろ原爆取り合わなきゃいけないです、あそこはねやっぱり面白いですよ。一回キャッチしたのをまたラゴンが奪おうとしてくんずほぐれつになってくるわけですけど、あれね泉さんはね大したものですよ。そうですよね。あれ結構見てるとですね、ウルトラマン首をこう顔を押さえられたりして結構ハードな戦いになってるんですよね。そうだ、おとなしいね梅之助さんがね戦い結構ハードなんですよね、やっぱ本番になるとそうやっぱり役者魂ですね。だから全体的に流れとしてはやっぱり泉さんの動きっていうのはねやっぱ面白いですよ、見ててもね必ず見えきりますから、そうですね、そこがまたちゃんと怪獣も印象にカメラ目線ではないんですけどスペシウムの受けの芝居が素晴らしい。そうなんですよね。カットをね泉さんをね本当こう座長という感じでこうやったんでしょうね。こう動き方っていうのは本当あれはね土佐回りのね鍛えられた舞台のその現場で本番のねそういう旅の舞台で鍛えられたそういう役者魂みたいな。ちなみにこの台本の時はまだスペシウム光線とか決まってませんでしたので、ウルトラマンは光線というかですね、この光の玉を投げつけるという描写になってるんですね。まだ決まってなかったということですね。でも形はやってましたよね。その撮影の時はまあスペシウムも飯島さんとビンさんたちで決められましたから、台本の時は野永瀬さんが書いていた段階ではまだスペシウムっていう概念がなかったと言いますか。昔はスペシウムって言いましたよね。スペシウムですか。今はもう流さないってスペシウム、そうですね。でも表記的には細かいことですけどうですよね。スペシウム光線、スペシウムっていうか、スペシウムって昔流して棒音引きでしたらイメージ的にはやりましたよね。スペシウム光線、やりましたね。まあ言葉としては宇宙のスペースと、要するに物質というかなんとかニウムとか、スペースニウムみたいな合成語ですから、これはアルミニウムのあれかと思って、そうですね。でもやっぱりウルトラマンも銀色で、ちょっとアルミっぽいと言いますか、そういう金属質なイメージもありますから、その辺もちょっとスペシウム光線その言い方はネーミングがね、どういうのか、飯島さんの命名のはずですけどね。これはさすが名前をつけるのうまいですよね、飯島さんは。と聞いておりますけれども、やっぱり飯島さんのこの言語感覚といいますかね、スペシウム、ついスペシウムっていう簡単に、ね、音引きのいい感じで言いますけれど、台本の段階ではこの光線を投げつけるみたいなことを書いたんですね。持っててだから高級なのかもしれませんがちょっとこうやると弾ができるんだ。できて、だからまだどういうふうに敵を倒すか相手を倒すかが、レッドマン台本といいますか初期の時はまだ全く決まってないですから、そこが面白いところなんですけれども、
ラゴン戦では光の光線を光球を投げつけるというアイデアをこの野永瀬さんは頭に思い描いてたんですね。これっていうのは知らなかったんだ。まだバッテンになるとは。音を吹き込む効果音を作る時も名前決まってませんから、レッドマン手光線って書いてあるんですよ、テープには。手光線、なるほどね、はい、まだスペシウムも名前もなくてどうやってでウルトラマンの光線技も口から出す光線、手光線と。手はねグリーンモンスの台本でも火を出すって書いてありますから、手から火を出す、燃やすと。だからいろんな技が想定されていて、スペシウムにまだ一元化されてなかったんですね。ラゴンの時もそうだった。ラゴンの時もまだ野永瀬さんは頭にはなくて、台本の段階では。ただ現場ではもう決まってたから、なるほど、スペシウムをやったんだ、ラゴンに向けて。でもねラゴンは当たっても耐えてますから、その爆発試算とかしないですから。すごいよね、はい、多分あれ怪獣の体質によるのかなと僕たちはね妄想でいろいろ考えるんですよ、それともウルトラマンの気合でスペシウムも変わるのかなとか、いろいろね考えるわけですよ。まあ人間が正しい、ビンさんもラゴンに対して思い入れがあるからちょっと手加減したのかもしれないなるほど。いや割とこの形のまま、あと側転しますよね。側転のような形でこう、崖に落ちて、のままね崖に落ちてったって、あれかっこいいです。普通バラバラになっちゃうんですよね。ネロンガがそもそもスペシウム光線でドカンと爆発して、そうですよね、粉々になります。ラゴンなんて簡単にでバラバラになるはずだけど、やっぱり何か強かった、巨大化してますしね。最初ネロンガは多分電気をね溜め込んでますから、体の中にちょっとエネルギーが溜まってたのかなと。でスペシウムのプラスとマイナスのエネルギーでそれが反応して爆発したのかなとか、こう怪獣好きな人は妄想して一日中考えてるわけですよ。ネロンガが爆発するブツブツブツとかですねそれはまあ冗談として、まあその後もその転がり落ちた原爆の1分の1のセットの転がり具合が味がある転がり方をするんですよ。中に人が入ってんじゃないかって思うぐらいの転がりっぷりなんですよ。あれ本編のスタッフがやってるんですよね。すごいですね。つながりもいいし、すごいですね。上から見てる嵐マムシさんの動きもいいし、さらにそれを拾うウルトラマン。そうこう本編と特撮のこう折り合いがうまくいってましたね。素晴らしいですね。色もすっごく色味もぴったりですよ。あれはすごい技術ですね。あとその崖の下でウルトラマンがふやっと降りてきて、あれ何回かやりました？一発ですかね覚えてますか？あれはね結構簡単にできた動きの中で、やっぱ動きの流れでできたんでしょうね。そんなに辛いあれじゃない。多分目線とかあんまり見えないと思うんですよ、足元の。だから勘でやったんじゃないですか。すごいですねあれうまい具合にうまくいったんじゃないですかね。あれまた空に向かって、まるでフラッシュビームで、そうですよね、あれベータカプセルで早田が変身するみたいなポーズで、黒部さんがやってるみたいな感じで、あれも印象的なんですよね。永瀬さんもやるね。いやっぱりねウルトラマンの大事なウルトラ Q 特撮空想特撮シリーズのもう代表的な監督ですから。Q からね、大したもんですね。いや本当に立役者の一人です。重要人物です。そうね、東宝東京もね、やっぱり野永瀬さん助監督でこちらでおいで、ね、よくやっていただいたんですよね、画面のね。だからやっぱチーフで野永瀬さんって言ったら結構上の方のチーフですからね、監督のすぐ下ですから、野永瀬さんが一歩ちょいでよって言えば他の助監督は何も言えないですからね。そういう意味ではいいポジションに生かしてくれた場面いっぱいありましたね、野永瀬さんはね。やっぱりそういった役者さん思いといいますか、助監督としてやってくれたんですね、皆さんに、だから結構いいねところにいさせていただいた。なるほど。まあそういったラゴンのオリジナルのウルトラ Q の話はまた別のエピソードでたっぷり
お話しいただこうと思ってそう、ます。ラゴン、旧のラゴンはね、僕すごい怖かったですよね。もう命がけっていうか、危ないんだなっていうような、そんな感じはしましたね。これはまた別エピソードでたっぷりお話を伺おうと思いますので、皆さんご期待ください。はい、ということで、今日のウルトラマン大爆発5秒前についてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。泉夢之介さん、かっこいい身を切ってM78 星雲に行ってると思いますけど、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ウルトラゾーンでね、ラゴンが、はい、今でもあのままで肩をかっこいいね、身を切ったままのラゴンがウルトラゾーン漂っているのかなと思います。はい、ということで今日の動画はこれで終了です。はい、皆様ありがとうございます。楽しい動画だと思われたら高評価、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ビンさんお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。また次回もお楽しみに。